皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。これまで射撃法の原理と適用方法について説明してきました。今回はこの話題の最終目標である固定化酵素反応の微分方程式へ射撃法を適用します。平板上単体に固定化した酵素による反応の微分方程式モデル、すなわち二点境界値問題は1式で与えられます。ここでは反応速度式にミカエリスメンテン式を使って記述しています。1式は2回乗微分方程式なので、2つの境界における条件、すなわち境界条件が必要です。一つは単体の中心、もう一つは単体の表面における条件です。またここでは単体の表面には液の混合が十分でない強膜が存在します。1式は解析的に解くことができず、数値的に解かなければなりません。固定化酵素反応については、これまでに第5章で多くの動画を上げていますので、詳細は過去の動画を視聴し理解してください。本動画で登場する式中の変数とパラメータを列挙します。式が現れたらホームページを開いてそれらの意味を確かめてください。例として無限に広い平面を持つ多項性平板内に固定化された酵素による反応を考えます。微分方程式は1式で、境界条件は2式、3式で与えられます。計算を効率的に行うため、いつものようにこれらを無次元化します。これにより4式、5式、6式を得ます。それでは得られた微分方程式へ射撃法を適用します。4式は2回の微分方程式です。これを初期値問題として解くため、無次元基質濃度 C の X による微分を F と置きます。これにより4式は7式、8式からなる連立1回微分方程式となります。変数 C と F に対する X イコール0における境界条件は9式と10式で与えられます。次に目的関数を設定します。11式は x イコール1における f に対する境界条件を変形したものです。これは単体中心における基質濃度ガンマの関数であり、f ガンマを0とするガンマをニュートン・ラプソン法により決定します。12式はこの時使う反復計算の式です。ここで右辺の第2項の分母にある f アステリスクガンマは f ガンマのガンマによる微分値を表します。これは13式で与えられます。本式には x イコール1における f と C のガンマによる微分値が含まれています。したがってこれらを計算により求めなければなりません。7式をガンマで微分します。順番に式を変形すると最終的に
F のガンマによる微分を変数とする微分方程式が14式の形で与えられます。同様に8式をガンマで微分します。順番に式を変形すると最終的に C のガンマによる微分を変数とする微分方程式が15式の形で得られます。それでは計算の手順を説明します。全ページまでに得られた式をまとめるとこのようになります。これらを16式の初期条件で x イコール0から1まで解きます。これにより17式に示す値が得られます。これらの x イコール1における計算値を11式と13式へ代入し、それぞれ f ガンマと f アステリスクガンマを計算します。これらを12式へ代入します。これにより新しいガンマの推測値を計算します。18式によりガンマの相対誤差を計算します。そしてこの値が判定条件を満足するまで計算を繰り返します。以上の計算アルゴリズムに従ってプログラムを作成し、計算を行いました。プログラムが完成したら、それが正しく作成されているかを確かめる必要があります。そこで、解析解が得られる一次反応、すなわち、ベータ B イコール0の時の反応に基づき計算を検証しました。強膜抵抗が存在する場合の単体内の基質濃度分布は19式と20式で与えられます。また、強膜抵抗が存在しない場合、すなわち微様数が無限大の時の基質濃度分布は21式で与えられます。これらについては、第5章58の動画を視聴してください。計算条件は次の通りです。微分方程式は初期値問題としてルンゲクッタ法により解きました。計算は x イコール0から1までの範囲です。刻み幅は 1×10 のマイナス5乗としました。ガンマの初期値は 0.1 です。次の表は、φ を1とした時の解析解と数値解を比較したものです。このφの小さな値では、基質濃度が単体表面 x イコール1から単体中心 x イコール0へ向かってなだらかに減少します。数値解は10桁以上の精度で解析解に一致しています。これよりプログラムが正しく作成されていることを確認できます。次の計算結果は φ イコール10に対するものです。この場合、基質が最高内を拡散する抵抗が大きく、基質の移動が遅くなるため、基質濃度は1から10のマイナス5乗まで大きく減少しています。この大きな変化の場合でも、数値解は解析解と少なくとも10桁の精度で一致しています。
次の計算値は φ を100に設定することにより最高内拡散抵抗を著しく大きくした時のものです。基質濃度は1から10のマイナス44乗まで大きく減少しています。このため計算精度は少し低下しています。しかしながら計算値が3桁正しいならばグラフ上に点を正しくプロットすることができるので、通常これらの解は十分な精度で得られているということができます。以上の検証から射撃法とルンゲクッタ法の組み合わせによれば二点境界値問題の解を高い精度で得ることができることが分かりました。そこで一次反応以外の反応と強膜拡散抵抗が存在する場合の条件で φ を0から100まで変えて計算を行いました。結果を図に示します。φ イコール 0.1 の時、基質の分解はほとんど起こらず、濃度分布はほぼ平坦になっています。φ の増加とともに単体表面濃度が低下し、かつ単体内濃度分布が険しくなっています。βB が0の時の計算では反復回数は10回以内でした。一方、βB が0でない場合、φ の増加とともに反復回数が多くなりました。例えば φ イコール 0.1 の時には3回程度でしたが、φ が20以上では60回程度まで増加しました。通常、ルンゲクッタ法の計算は10回以内で収束します。したがって、60回程度までの反復回数の増加は、計算精度の低下、あるいは計算の不安定化を意味します。これらはルンゲクッタ法の計算精度に関係しています。より高精度の解が必要な場合、私はルンゲクッタ法ではなくテーラー級数法を使います。この時の解はいつでも15ないし16桁の超高精度で得られます。これについては後の動画でお話しします。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。